今日の動画は女性の体とね、健康についてお話ししたいと思います。ここにね、名前をこう並べてみたんですけど、私のね、スタジオの名前って、ライズライフスタジオって言うんですけど、このね、ライズっていう言葉が、ちょっと皆さん多分ね、読めないとかね、なんかリズですかとかね、皆さんいろいろね、おっしゃるんですけど、ライズっていう言葉私すごい大好きで、しなやかなっていう意味なんですね。で、体が柔らかいの、フレキシブルとかの方じゃなくて、こう流れるような優雅なね、しなやかさっていう、意味合いで、ちょっとね、体が柔らかいとは違う意味合いなんですね。で、なぜこの名前にしたかっていうと、やっぱりね、女性の皆さんの人生って、ね、いろんなライフステージがあるんですよね。でも、どんな状況にもこう適応して、対応して、自分らしくね、楽しい生活を送っていただける。そんな人生を送れる体づくりの方のサポートをしたいなと思って、ライズライフ、だからライズなしなやかなライフをサポートするスタジオみたいな意味合いでね、この名前にしました。で、女性って、いろんなライフステージがあるんですよね。男性ももちろんありますけれども、女性は特に出産とかね、子育てとか、あとは介護とかね、もちろん男性もね、お手伝いしてくれますけれども、やっぱりまだまだ女性にね、対する負担というのが、やっぱりちょっとね、大きいと思うんですよね。なので、私も実際ね、出産しましたし、子育てもね、してますし、なので、女性は、いろんなライフね、ステージがあって、自分がね、バリバリ働いてる時も忙しくね、一生懸命働いて、その後、またお子さん産んでとかね、マタニティ期があって、赤ちゃんを育てる時期があって、お子さんが幼稚園に行き出して、小学校に行って、またこうなって、子育て卒業したら介護が来ました、みたいなね。いろいろあると思うんですね。でも、どんなライフステージにいる女性でも、自分のね、体と向き合うレッスンを提供していきたいっていうことで、この名前でね、スタジオをオープンしました。で、じゃあ、どういうレッスンをしているのかというとですね、じゃあちっちゃいお子さんに特化したレッスンとかね、年配の方に特化したレッスンをやっているかっていうと、実は、ちょっと同じ内容なんですよね、結構。っていうのは、もちろんその3歳のね、お子さんに難しいことはしないですよ。理解がね、お子さんなのでね、できないので。ただ、基本としているところは一緒なんですね。例えば皆さん、この動画をね、見てくださってる皆さんは、もう、お馴染みだと思いますけど、お尻歩きとかね、股関節を緩める動き、肩関節を緩める動きっていうのは、どのレッスンでも実は共通なんですね。なんで若い人のレッスンだから、例えばちょっと激しい内容で、年配の方だからちょっとゆったりした内容ですとか、そういうことではなくてですね、やること一緒なんです。本当に一緒なんです。お尻歩き定番ですけど、本当にいいんです。ちっちゃいお子さんから年配の方まで必要なことってシンプルなことなんですよね。なんか、このポーズをやったらどうなる？エクササイズをやったらどうなるっていうことではなくて、例えばそのお尻歩き一つとっても、小さなお子さんだったら、これからね、成長していって、ね、体を作っていくっていう時に股関節から動けるっていうことは、他の部分の成長にも役に立つことなんですよね。で、例えばじゃあ思春期になって、ね、生理痛がって言ってる女の子とか若い女性には実はお尻歩きをすることで子宮の中のね、この血流が良くなって、結局女性の機能の働きにもね、関与してくるわけなんですよね。で、出産とかにも実はそのお尻歩きをすることで、産後ですね、例えば腰痛とか肩こりとかひどくってっていう時にもそういう、お尻歩きもそうだし、肩関節緩めるのもそうだし、基本の動きっていうのはどの年代の方にとってもいい作用があるわけで、それに対して特化した、じゃあこの年齢にはこれ、この年齢にはこれっていうことではなくて、
て、人間の基本的なそういう動きに対して体が本来の動きができるようなレッスンっていうのもスタジオでは提供しているんですね。なので、例えば同じ動きをしてても、幼稚園児には、例えば、カエルさんぴょんぴょんの動きですとか言って教えていることが、実は大人の方には、これを股関節を動かす動きですっていうふうに教えているかもしれないですけれども、基本は同じなんですね。でも、大切なことって私が思うには、シンプルなんですよ。目新しいことを取り入れたりとか、新しいポーズを、じゃあどんどん入れたら、変わるかっていうとそういうことではなくて、やっぱり根本の部分がきちんと動いていて、機能的に動けるっていうことが一番大切で、それぞれのライフステージに合わせて自分の不調を改善していったりだとかっていうこともすごく大切だと思うので、それに沿うようなレッスンっていうのを提供できるように心がけているんですね。なので、今これをご覧の男性もいらっしゃると思いますけど、女性の皆さん、多分お若い方もいれば、年配の方もいると思うので、皆さんにお伝えしたいことは、まず自分の体と向き合って、体を緩めて整えて、動きやすい体で、ぜひ人生を楽しんでいただきたいっていうのが私の一番伝えたいことなので、ぜひ皆さんも毎日の生活の中に体を緩めて整えるということを取り入れてみてください。で、チャンネル登録ぜひお願いします。あと参考になったりいいなと思ったらぜひこのグッドボタン押してください。質問があったらぜひコメント欄に書いてください。ではでは。